いやー、皆さん、こんにちは。今回はですね、AI がこの新薬開発の世界をもうね、根っこから変えちゃうかもしれないっていう、ものすごくエキサイティングなお話をします。AI がどうやって僕たちの未来の薬をもっと安全なものにしてくれるのか、早速、その世界を覗いてみましょう。さて、まず皆さんに考えてみてほしいんですけど、新しい薬を一つ作るのに、なんであんなにものすごい時間とお金がかかるんでしょうか。平均でですよ、10年以上、費用も数百億円とか言われてるんですよ。いやー、一体どうしてそんなことになっちゃうんでしょうね。その答えの、核心部分と言ってもいいのがこれなんです。予期せぬ毒性。いやー、これ本当に厄介で、これはいけるぞって思ってた薬の卵が、もう本当に最後の最後で、こんな有害な作用があったのって分かっちゃう。これがですね、新薬開発の前に立ちはだかる、とんでもなく大きな壁の一つなんですよ。じゃあ、この毒性っていう壁、実際どれくらいでかくて、乗り越えるのが大変なのか。まずはその実態から、ちょっと深く見ていきましょうか。新薬開発って本当にね、ゴールが見えないマラソンみたいなもんなんですよ。何年も何年もかけて研究してきた、もう無数の候補の中から選び抜いたものがですよ。いざ、じゃあ人で試してみようっていう段階で、あ、これ有害でしたって言ってバタバタと倒れていく。これってものすごい時間とお金の無駄ですよね。つまり、この予期せの毒性っていうやつが開発をめちゃくちゃ遅らせてコストを天文学的な数字に押し上げてる一番の犯人だったわけです。でもですよ、そのとってつもなく高い壁をついに打ち破るかもしれない革命的なツールが出てきたんです。そう、それが AI なんですね。じゃあ、この AI が一体どうやってこの難問を解決してくれるのか見ていきましょう。その名も AI 毒性予測。略して DTX なんて呼ばれてます。これ何かっていうと、デジタル空間にある早期警戒システムみたいなものなんです。薬の候補を人に使う、その遥か前の段階で、コンピューターが、おっと、こいつはちょっと危ない匂いがするぞって事前に教えてくれる。いやー、すごい技術ですよね。この比較を見てもらうと、もう違いは明らかですよね。今まではどうしても動物実験に頼るしかなかった。でもこれってコストもかかるし、倫理的な問題もある。それに何より動物と人間じゃ体の作りが違うから、結果がそのまま当てはまらないっていう大きな課題があったんです。そこで AI、こいつは言ってみれば超高機能なふるいなんですよ。開発のもう本当に最初の最初の段階で危なそうなやつだけをものすごく効率よく、しかも安くザザザザーっとふるい落としてくれるわけです。なるほど。じゃあこの賢い AI は一体何を勉強して毒性なんていう難しいものを見抜けるようになるんでしょうか。その力の源こそがビッグデータ。AI が正確な予測をするにはとんでもない量の教科書を読み込ませてあげないといけないんですね。まさにその通りなんです。AI の賢さって結局どれだけ質の良いデータを大量に学習したかにかかってる。化学物質とか生物学的なデータとか、そういうのが詰まった巨大なデジタル百科事典。これが AI の力の源泉なんですね。データが良ければ良いほど AI はどんどん賢くなって予測も鋭くなっていくと。ね、この AI が読む教科書にも実はレベルがあるんですよ。まずステップ1のパブケムとかは言ってみれば科学の基礎がわかる辞典みたいなもの。ものすごい数の化合物の基本情報が載ってる。で、ステップ2のトックス21はもうちょっと専門的になって専門書ですね。特定の化学物質が細胞にどう影響するかが書いてある。そしてステップ3のトックスキャスト。これはもう最先端の研究論文レベルです。毒性がなぜどのように起こるのか、その仕組みまで詳しく解説されている。AI はこれらを全部読み込むことで、毒性っていうものをすごく深くいろんな角度から理解していくんです。結局 AI の賢さって質の高いデータをどれだけ深く学べるかにかかってるってことなんですよね。さて、ここまで AI の燃料になるデータの話をしてきました。じゃあ次はいよいよエンジンの部分、つまり AI の頭脳にあたるアルゴリズムの話です。実は毒性を予測するための AI 技術そのものもここ数年でとんでもない進化を遂げてるんですよ。この技術のジャンプアップ具合はこれを見てもらうとよくわかります。
昔の AI、QSAR っていうのは分子の形の一部だけを見て、あ、この形は昔のデータだと危なかったなぁみたいに統計的に判断してたんです。でも今の最新 AI、GNN は全然違う。分子を原子と原子のつながりっていうネットワーク全体として丸ごと理解しようとするんです。これによって何がすごいかって、人間じゃ絶対気づかないような複雑な構造の隠れた特徴まで AI が自分で学習できるようになった。つまり部分じゃなくて全体で分子を見るようになったから、予測の精度がもう爆発的に上がったわけです。いやー、理屈は分かったけど、じゃあ実際どれくらい当たるのって、そこが一番気になりますよね。ここからは、この技術が現実世界でどれだけすごい成果を出しているのか、具体的な数字で見ていきましょう。特に薬の開発がストップしちゃう二大巨頭に絞って見ていきますよ。まずは肝臓へのダメージ。これ本当に新薬開発を中止に追い込む大きな原因なんですけど、見てくださいこれ。最新の AI は人が試すよりもずっと前の段階で、なんと 85% 以上の精度で、この薬は肝臓に悪いかもって予測できちゃうんです。85% ですよ。すごくないですか？もうほとんど未来予知の世界ですよね。で、さらに驚くのがこっち。心臓への毒性です。心臓の動きを狂わせる、命にも関わるようなめちゃくちゃ危険な副作用のリスク。これを AI はなんと 90% を超える精度で予測しちゃうんですよ。いやもう9割超えて、開発の超初期段階でこんな致命的なリスクをほぼ確実に見つけ出せるっていうのは、本当に計り知れない価値がありますよね。つまり AI はもう薬が失敗する致命的な原因をとんでもない精度で見抜く力を手に入れたってことなんです。いやー、ここまで AI のすごいところばっかり見てきましたけど、もちろんまだ課題もあるんです。ここからは AI 開発の次のステージ、説明できることっていうテーマについて話を進めていきましょう。それがこのブラックボックス問題ってやつなんです。どういうことかっていうと、AI がこの薬危ないよって教えてくれても、なんでっていう理由がわからないことがあるんです。判断の根拠がはっきりしないと、科学者やお医者さんもそれを 100% 信じて、よし、やめようとはなかなかならないですよね。だって、なぜダメなのかがわからなきゃ改善のしようもないじゃないですか。そこで救世主として出てきたのが説明可能な AI、略して XAI です。これがさっきのブラックボックス問題への答えになる技術で、AI の頭の中を透明にしてくれるものなんです。AI がなぜそう考えたのか、その理由を僕たち人間にもわかるようにちゃんと説明してくれるんですよ。で、この XAI が本当にすごいのはここからなんです。ただ、この薬はダメっていうだけじゃなくて、分子の、ほれ、ここの部分が問題なんですよって原因になってる場所をピンポイントで指し示してくれる。そしたら科学者はどうします？なるほど、じゃあここをちょっと変えてみようって具体的に薬を改良できるわけですよね。より安全で、より効果的な薬を作るための具体的なアクションにつながる。XAI は単なるダメ出しを、こうすれば良くなるよっていう改善のための設計図に変えてくれる。ここがめちゃくちゃ重要なんです。今日見てきた技術って未来の医療がどうなるのか、その壮大な可能性を見せてくれてると思うんです。このまま AI が進化していったら、いつか僕やあなた、一人一人の遺伝子とか体質に完璧に合わせたオーダーメイドの薬が作れる。そんな時代が本当に来るかもしれない。今日の話がそんな未来をちょっと想像してみるいいきっかけになったら嬉しいです。